久々にやりますか。レイ君。アグライア。綺麗に描けてるけども、これがなんでいかなかったかか。多分目だな。目をね、閉じさすっていうよりかは、閉じかけとかの方が良かったかな。なんでかっていうと、顔を見るきっかけがちょっと少なすぎる。まつげがピシって長くなってるような感じとかの方が多分見られたんじゃないかなって思うかな。できれば表情も微笑んでるように見せる。こんな感じかな。眩しいところとかだったりするから、下まぶたが上がって閉じてるようなイメージ。もうちょっと顔を見せるきっかけみたいなのがあった方が、アグライアに見えたかなって。見えなかった人もいるかもしれない。目閉じたせいで。次、ゆえちゃん。これは伸びません。なんでかっていうと、よくあるシーンだなっていう感じだな。このキャラである必要性がない。このキャラクターの何を見せたかったのかって話ね。ちょっとビチョビチョになって、普段は前髪上げてるのに前髪が下がってビチャビチャになってるところとかの方が、キャーってなるんじゃないの？ビチョビチョみたいになってる方がいいんじゃないの？濡れた髪の毛に桜がペタってくっついてたりだとか、ずぶ濡れになって髪の毛とかも張り付いてる中、この辺りに私もキスしたいなみたいな感じで、桜がペタッとくっついてたりだとかさ。なんかそういうのがいいんじゃないのって。せっかく桜っていうのがある、雨降ってますっていう、そのなんか題材を全然キャラクターに活かしてないのよな。雨降った時、男キャラと雨だったら何が見たいのって、そこに花が加わると何が見たいのって。そういうことが全然考えられてないから、これいう数字になっちゃったのかなっていうな。次。3D お披露目おめでとう。文字はしっかりおめでとう感はあんねんけど、文字の色がおめでとう感がない。例えばやけど、全部真っ黒にするんじゃなくて、こうやってグラデーションにするだけで全然違うやろ？全部する必要ないのよ。ちょっとこう、お祝いの色みたいなのを入れてあげればいいし、でこの下買っておめでとうもそうやけど、ちょっと色を入れて、グラデーションでちょっと変えてあげるとか、黄緑気味のやつとかを入れてあげれば、さらにおめでとう感はやっぱ出たかなって思うかな。この星だけでも、黄色に変えておくとか。キャラクターが落ち着いた色してるから、逆に後ろをちょっと光らせてる方が、キャラクターにもっと目が行くようになる。次、ジョンマン。ジョンマンは背景は問題ないんだけどな。3描写がな、線がはっきりするとことはっきりさせないところがね、すごいまばらになってん。ストロークが多分めっちゃ短いんだろうな。毎回バランスが狂ってる。決め事をしよう。ここは太くする。ここは細くするってもっと決め事を増やした方がいい。そうじゃないとね、いつまで経ってもね、なんかね、雑なのよ。こことかもね。どっちかわからへんのよ。人の頭の付け根なのか、それともただの線のミスなのかとかね。こういった処理の仕方がちょっと多すぎるな。それがちょっと評価に繋がってないところやな。次、3人以上の入った日常イラスト。気になる膝をしてるな。何度も言うけど、シルエットを重ねない。立体感がなくなっちゃうから。ここ変でしょなんかも。この膝がなんでおかしいのかっていうと、ここからちょっと斜めに行ってるわけやな。こう乗ってるわけよ、こう。その間のピューっていった中心にお皿がありますよっていう状態な、これ。筋肉がこう乗ってね。動きとかは欠けてるかな。もし Mac とかやねやったら、まだまだ寂しいものがいっぱいあるかな。この辺とかにお手拭きとか、ちょっとしたサブメニューの広告だったりだとか、この辺とかに新商品のハーチャマバーガーとかね、入れたりだとか。今の状態だとちょっと寂しいかなーっていう感じがするな。もうちょいワイワイガヤガヤさせるんだったらこういうのも入れてもいいかなって思うかな。次。題材がね、古かったかな。今狙い目にやったら、これをスイッチ2にして、当選アピして自慢化っていう風にした方が、これは伸びたんちゃうかな。絵は悪くないんだけど、題材が悪いんだよ。突っ込みどころがないのよ。当選しないから逆にパクんなみたいなね。CC ならやりそうでね。あんまりイラストについては言うことはないけど、題材が悪かったかな。次、取り吉。打ち合いとしてなんか変だな。打ち合いだったら、この方が正解かな。なんでかっていうと、この状態だと彼女が絶対勝つから。今この彼女は上に上げれば切れるから。この状態って、剣を振り下ろした瞬間やから、剣を押さえてる状態にならないと変なんだよ。つばぜり合いのこととかもね、今後は考えて書いてみたらいいよ。次、ここにいるよ。単純にうまく書けてないな。指がはまってないんだよ。この中に人差し指を入れなきゃいけないから。こう入ってなきゃいけないからね、これが。ここでガッチャンコしなきゃいけないのに、食われちゃってる？本来はこうならなきゃいけないよね。完全にただこう食われてるだけになっちゃってるのよ、ギュッと。トラップにかかってる感じ。この間に、この指を入れなきゃいけないのよ。だから今、彼は、この隙間に人差し指を入れなきゃいけないのに、
入ってないのよな。手がおかしくねっていう状態やな、これ。こっちの彼が首元とか見る限り、なんかもうちょい筋肉質にできなかったのかね、と。手首の筋みたいなものを入れたりするだけで、急に男っぽくなると思うのよね。この背中のガタイから見える割には腕がしょぼい。まあそういうところかな。次、うちにおいでビビアン。なんで飲みなかったのか。うちにおいでビビアンって言うんだったら、ここにパエトーンの手を書いて、めちゃくちゃ求婚されてるみたいな感じで。これだった方が伝わるかなって言って、もっと照れててもいいか。怯えてる感じしてるから、はわわわわって感じやな。そういうのは受けたんじゃないかな。次。手がメインなのはいいんだけど、顔を隠すとダメだな。顔を邪魔しない。これだったら、顔を見て、手見てっていう風にクロスで見れることになるから、こっちの方が見た目的にはすごい気持ちいいかな。手のイラストだけど、あくまでキャライラストなのも忘れちゃいけないよと。キャラも見せて、手も見せてっていう。まあ、そういうところを狙って、まあ一回囲う。はい、次。白黒くん。この雲じゃダメだな。同じブラシ使って、もく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 させてるだけやろ、これ。雨雲だったとしてもしっかり層があんのよ。上は結局晴れてるからね。上の方は明るいのよ。下が暗くなってこう重なって、この重なって分厚い雲になってんの。分厚くなって、こう真っ暗になって、で、分厚くなりすぎて、水玉同士がくっついて、でかくなって雨が降り注いでる状態になってるから。で、この差し込んだ光っていうのは、この隙間を拭ってこうピーって生えてるわけ。雲を描くなど普通の雲描いてきな。次は、カムイエルツくん。いろいろ言いたいことはあるが、ランタン祭りなんやろ？片手で上げるかい？もうちょっとね、上に上がってるんだったらいいよ。でも手を離した瞬間レベルの位置にあるやろ？それだったら、両手でやってる方が絶対綺麗だよ。で、目線にない。鼻の向きとか目の向きにランタンがないのよ。どこ見てんのみたいな。見てる方向のあたりにね、持ってこないと。あと、この手がすごい気になるのが、指のシワを描かない。指のシワはね、内側は描いていいけど、外側まで描くと、おじいちゃんみたいな手になるから、やめよう。で、全部ピカピカ光らしてるけど、まとめて光ってる方が綺麗なのよ。こんだけ光源が集まってたら。離れてる部分とかだったりすると、こんな感じでね、一個一個やって光らしたらいいけど、光がまとまってるんだったらこういう感じになるでしょ？ちょっと神秘的にするには、少し光の筋みたいなのが、若干特別視さしとくのよ。じゃあもっとドラマチックになるわけよ。何が似てないかわかりません。これは、これとこれの違いってなんかわかる？この状態っていうのは、表情の違いっていうよりかは、感情の入り方が違うねんな。感情が入ることによって、目がちょっと引き締まってるのと、ハイライトがまあでかくなってるわけよ。この状態っていうのは、驚きとか、照れとかが入ってる時の顔ってわけよ。こっち正面だと思って描いちゃうと、なんか似てないなっていう風になるわけ。似てるは似てるよ。俺の感覚からすると、めっちゃ微妙な差やで。多分ね、右側が太い。こっちが伸びてる。これ参考にしてるから、こっち斜め向きになってるやん。右側の幅が少しでかくなるから、それが釣られてんじゃないかなって思う。多分、こうすると、雰囲気がね、ちょっと似てるはずなんだよ。なんかこの顔とほら、すごく似てるやろ。雰囲気が。漫画って、あんまりこう、真正面の顔っていうのがないのよね。基本的に見つめ合う時とかが、真正面で描かれることが多いわけ。だから、感情の入った顔の方に行っちゃうわけ。これもうちょっとかっこよく描きたいんだったら、あとこのドット1マス分ぐらいちっちゃいわ。キャラクターのイメージって、パッと見た時に顔がいいとかなったりすると、パーツを大きく捉えちゃうんよな。斜め顔とかでも、思ってる以上に隙間ってあるもんなのよ。髪の毛とかにも結構隙間があると思うんだよな。よく見てみると。実際はもうちょっとちっちゃい。これもちょっとちっちゃくする。今これと、これだけでもなんか目鋭くなってかっこよくなった感じになるけど、目を大きくしすぎると、この眉毛と目の間隔が狭く見えちゃうね。ここをちっちゃくすることによって、眉毛と目のくぼみっていうのが、さらに深く見えるようになることによって、かっこよく見えるわけ。このあたりとかを考えて描き直せば良くなるんじゃないかな。ちゃんと理屈が。まずこの煽りな、二次元のキャラクターで、これをやってしまうのは良くないのよ。そもそも、そのままぐるーんってやってしまうとな、この顎のラインって、ここってどこよって話よ。この部分ってどこの高さよってなると、正面の、ここじゃん。鼻の高さなわけよ。だから、ここの部分って、鼻の高さに合わせればいいね。ここに繋がっていってるわけね。
こんな感じで描いちゃうと、この横顔どうなってんのよってなると、もうこんな感じの顎になっちゃうから、そうじゃなくて、ここは省略していいし、顎先ももっと省略していいのよ。これだったりすると顔の大きさが広がっちまってんだよな。一から描き直して。もう頭蓋骨が変わっちまってるからよ。この耳のところかって半分や。めちゃくちゃ横に広がってるし、耳の位置とかもすごいおかしい。本当は首をもっと伸ばしたいというかもう、こことかももっとこうシュッとするわけ。これでもっと頭をこっちを伸ばして、こっちがもっと出っ張って、奥の方を削って、みたいなね。こんな感じの頭になっていくわけですよ。あくまで、この顔を描いてるわけだからね。こういう風になると、輪郭が真正面から見たらただの真四角な人になっちゃうから。この正面を平べったいものと考えてるとダメなのよ。この正面から見えてるものでも、もうここからは、赤色から外側の部分っていうのは、側面になってる部分っていうのをもっと意識すべき。男性を描くんだったら特にね、男はダイヤモンドって言ってるから、ちゃんとここにダイヤモンドを作り出して、なるべく左右対称にするように整理する。スマートな顔に見える。あと、鼻も今このままだったら、目の下から出てるようになるのね。そうじゃなくて、鼻のこの先っぽってのは、この目のど真ん中ぐらいの高さから鼻が出てるから、これだから鼻低いのよ。横の顔の時に、付け根ちゃんとこの目のど真ん中から高さを取ってるやろ？それなのに、斜めになってる時には、目の下から高さを取ってるから、だから似なくなるね。斜めが。結局は似てないって、顔のルールからずれてるだけなのよ。これを覚えてるか覚えてないかってだけやもん。単純にそういうことですわ。まあ、Y の添削は、基本的に書き直さないのは、あれはなんでかっていうと、書き直した添削になっちゃうと、未来の自分に託すような感じだね。絵ってすぐさま上手くならんやろ。かなり書き直して、こういう風に書いた方がいいですよみたいなのになると、その未来の能力で書かせなきゃいけないわけよ。絵っていうのすぐ上手くならへんから、今の状態でなんとかよくしてやろうって感じ。顔揃えるぐらい今でもできるでしょ。画力がすぐ上がらないのも、今やってることが片付いてないからってのもあるんだよ。一個ずつ上手くなんなきゃいけないの。今の問題をとにかく解決して次に行きましょう。足にはこういう正解があります。手にはこういう正解があります。今顔で正解を見つけたように、同じように正解を調べて見つけてください。一番早く上手くなる方法やろ。で俺もな、下手ってそんな軽々しく言ってなくて、自分で下手って言ってるやつは下手って言ってるんだよ。添削するときに文章をつけてる子とかいるやん。何が下手だからお願いしますみたいなな。自分で言ってんねんからそれ下手って言って下手やから持ってきてるんだよ。うまく持ってこねえよ。じゃあ何が下手なのか説明してあげよう。そこを突き詰めていってるだけ。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは？メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。かかげさんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。